半導体の覇権争いは、ただの産業競争ではありません。米国、中国、日本という3つの大国が、まるでチェスの駒のように動かす地政学的ドラマです。まず、米国が作ったチップス法について考えてみましょう。この法律は、単なる補助金制度ではなく、技術の主権と供給網の安全を結びつけた戦略ツールです。米国内に先端製造拠点を呼び込むと同時に、28ナノメートル以下の製造を中国へ禁じる条項を入れました。これにより、技術なデカップリングが制度化されたのです。この結果、TSMC はアリゾナ州のファブ21号と日本の熊本工場を同時に拡張しました。一方、中国国内の既存工場は28ナノメートル以上の成熟プロセスに特化する技術階層化戦略を選びました。これは技術冷戦の中で生き残るための現実的な選択です。台湾も中立性を保ちつつ、リスク分散を図っています。次に、日本の国家主導型半導体復興プロジェクト、ラピダスを見てみましょう。ラピダスは2022年に設立され、政府が7300億円、民間企業が多数参加する国家連合プロジェクトです。目標は2700年までに2ナノメートルのゲートオールアラウンドプロセスを量産化することです。実現に向けて、米国の ASML や欧州の IMEC、国内の東京エレクトロンと技術協力体制を築いています。ラピダスの核となる工場は北海道白老町にある EME-1 です。ここでは AI ベースのプロセス制御システムと自立ロボット物流が統合されたスマートファクトリーが稼働しています。2025年中頃にはパイロットラインへ移行し、2ナノメートルの初期部止まりテストを開始します。2026年には TSMC の A13、A14 プロセスに匹敵する性能を達成すると見込まれています。政府はラピダスに2兆円規模の長期低利融資を提供し、大学と連携した人材育成プログラムで10年以内に10万人規模の半導体専門家を養成する方針です。一方、TSMC は世界唯一の必須インフラとして、2025年時点で全世界の 92% の3ナノメートル以下チップを供給しています。Apple の A17 Pro、NVIDIA の H100、H200、AMD の EPYC、クアルコムのスナップドラゴン8世代など、最先端チップはすべて同社のプロセスに依存しています。2026年には A13、A14 プロセスが 1.2 ナノメートルレベルの微細化と3次元 IC パッケージングを組み合わせ、AI サーバの電力効率を4割以上向上させると予測されています。しかし、TSMC は技術独占者であると同時に、政治中立性を保つ二重の立場にあります。台湾政府は2ナノメートル以下は絶対に台湾に残すと宣言し、創業者モリス・チャンは政治イデオロギーではなく技術優位で勝負すると語ります。米国は同社を技術同盟国と位置づけ、中国は同社の中国市場での利益放棄を許さない姿勢です。こうして TSMC は単なる企業ではなく、グローバル技術多国間協力の仲介者として機能しています。供給網再編の真相結果として浮かび上がる3波線の構図を見てみましょう。第1波は TSMC、第2波はサムスン、第3波はインテルです。各社は異なる技術路線と弱点を抱えています。TSMC は台湾という地理リスクに直面し、サムスンは2ナノメートルの GAA プロセスでぶどまり問題に苦しみ、インテルは製造経験不足とコスト競争力の低さが課題です。2027年以降、AI サーバ市場では TSMC が 55%、サムスンが 25%、インテルが 20% のシェアを占めると予測されています。同時に、フレンドショアリングの拡大が進んでいます。米国と日本は協調して台湾への依存度低減を図り、韓国のサムスンや欧州の NSML 中心のクラスターとも連携を強化しています。インドはテランガナに100億ドル規模の投資計画を持ち、欧州はユーロチップス法に基づきドイツ、フランス、オランダに総額120億ユーロの投資を行い、
ASML とインフェニオンを核とした半導体クラスターを形成しています。東南アジア諸国はパッケージングとテストを中心に下流工程を担うことで製造の多層化が進んでいます。このような変化の中でシリコン、シールドの概念も進化しています。かつては TSMC の破壊が世界経済を麻痺させることで中国の新興抑止につながると考えられていましたが、現在は米国、日本、インドに分散された供給網が新たな防衛構造となっています。米国は TSMC のファブ21号とインテルの IFS、エプライド、マテリアルズを結集し、日本はラピダスと東京エレクトロン、ソニーを軸に、インドは TSMC とサムスンの DRM 拠点を配置し、台湾は最先端 R&D と1ナノメートル以下のプロセスを保持しています。このネットワークは、一点の崩壊、全体崩壊ではなく、多点が代替可能という分散型抵抗構造を実現し、従来の相互拡張破壊、MD から技術相互依存という新たな平和維持メカニズムへと転換しています。未来展望として、2028年以降はムーアの法則が物理限界に突入し、性能中心から効率中心への転換が不可避となります。3次元 IC、チップレット、AI4 世代といったパッケージング技術が性能向上の主軸となり、AI が半導体設計を自動化する AI、デザイン、オートメーション、時代が到来します。量子半導体、光子チップ、神経形態チップといった非シリコン技術も商用化の段階へと進みます。この新時代において TSMC の生存戦略は、最先端プロセスは台湾に保持しつつ、大量生産は米国、日本、インドに分散し、パッケージングと AI 設計、システム統合能力を強化して、システム統合者へと変貌することです。日本の半導体復興シナリオは2つの軸で語られます。一つは TSMC の熊本第2工場への巨額投資で2兆円規模の補助金が投入され、先端プロセスの国内拠点化が進むことです。もう一つはラピダスの2ナノメートルプロジェクトで、官民連携型の国家戦略として、2026年に技術検証を完了し、2027年以降に量産設備を導入、2030年までに量産体制を確立する計画です。これらが相互に補完し合えば、日本は設計、製造、供給の一貫体制を再構築し、米中の半導体覇権争いの中で戦略ポジションを確保できる可能性が高まります。しかし、失敗シナリオも無視できません。ラピダスが技術開発の遅延や資金調達の壁に直面し、量産化に失敗すれば、日本は TSMC 依存に陥り、技術自立性を失う危険があります。また、TSMC の日本工場が単なるアウトソーシング拠点に止まり、技術移転や人材育成が進まなければ、持続可能な基盤構築は困難です。さらに、政府補助金が国際な貿易摩擦を招き、世界貿易機関違反や他国との補助金競争を引き起こすリスクも指摘されています。政策提言としては、ラピダスへの継続財政支援に加え、知的財産保護の強化、人材育成プログラムの拡充、大学、研究機関との連携深化が不可欠です。同時に、TSMC との共同から得られる技術恩恵を最大化するため、産学間連携モデルを構築し、サプライチェーンのレジリエンスを高めるべきです。具体には、ASML や IBM との共同研究を推進し、GAA トランジスタや AI 最適化材料の開発を加速させるとともに、チップレットや2次元、3次元集積技術の標準化を図ります。最後に、今後の研究課題として、国家間競争の動態分析、技術移転の実効性評価、AI や量子コンピューティング時代における次世代半導体需要の予測、そしてグローバル供給網のレジリエンス強化策の検討が挙げられます。半導体覇権日本戦略の長期持続可能性を検証するため、多角アプローチが求められます。結論として、
日本が再び技術強国としての地位を取り戻すかには、TSMC との協調による即時な供給安定化と、ラピダスによる独自技術の自立化という2本柱に集約されます。この2本柱が揺らぐことなく機能し続ける限り、日本は半導体領域での国際影響力を回復し、次世代のデジタル社会を牽引する存在となるでしょう。国内外のステークホルダー間の協調メカニズムも具体化しつつあります。まず、政府主導の半導体国家戦略会議では、産業界、学術会、地方自治体が一堂に会し、次世代プロセス開発のロードマップを共同策定しました。その中核を担うのが、京都大学と東京工業大学が連携して設立した先端材料研究拠点です。この拠点は、次世代トランジスタに不可欠な高カッパ絶縁体や低産卵金属層の合成技術を、原子層堆積法と分子ビームエピタキシーを組み合わせて最適化することを目指します。また、欧州の主要研究機関と共同で、シリコン以外の半導体基盤として期待される炭化ケイ素やガリウムナイトライドの結晶成長プロセスを標準化し、国際特許プールの形成に寄与します。ラピダスの2ナノメートル計画は、単なる製造ライン構築にとまらず、設計から製造、テスト、パッケージングまでを統合したフルスタック、ファブリケーションの実証を行います。具体には、設計段階で用いられるハードウェア記述言語を日本語ベースの高水準言語に変換し、AI による自動配置配線ツールと連携させることで、設計サイクルを数ヶ月から数週間へ短縮する試みが進められています。この自動化フローは、ソニーと富士通が共同で開発した、エッジ AI アクセラレータ向けのチップレット設計に適用され、すでに試作段階で性能向上と電力削減の両立が確認されています。供給網のレジリエンス強化策として、北海道、東北地域におけるクリーンエネルギー半導体製造ゾーンの整備が急ピッチで進行中です。再生可能エネルギーを最大限活用した電力供給と、低温度で安定稼働できる装置群を組み合わせることで、外部ショックに対する耐性を高めつつ、CO、排出量の大幅削減を狙います。このゾーンは、地元自治体と民間エネルギー事業者が連携し、電力価格の長期固定契約や余剰電力の蓄電池システム導入を通じて、製造コストの予測可能性を向上させます。技術面では、2ナノメートル世代への移行に伴い、GAA トランジスタの微細化が鍵となります。日本国内の装置メーカーは、極紫外光リソグラフィーの次世代波長として期待される真空紫外線路光装置の開発に注力しています。これによりフォトマスクの解像度を従来の10倍以上に向上させることが可能になります。今、半導体の世界では新しい材料探しが本格に始まっています。特に注目されているのが、金属酸化物半導体や二次元繊維金属カルコゲナイドという特別な材料です。その中でもモリブデンジスルフィドは、電気がスムーズに流れやすく、漏れにくいという優れた特徴を持っています。これは次世代の計算チップだけでなく、センサーなどの装置にも使われると期待されています。次に、チップの組み立て方、つまりパッケージング技術についてお話しします。現在、3次元集積とチップレットという考え方を組み合わせた、モジュラー、スタックという新しい仕組みが形になりつつあります。これは、計算を行うコアやメモリ、AI 専用の加速器などを、それぞれ最適な方法で作ってから、高速な接続路でつなぎ合わせる方法です。さらに、水を使って冷やすマイクロフルーディック冷却という技術で熱を効率よく逃がすことで、従来の平らなパッケージよりも性能とエネルギー効率を劇的に高めることができます。日本の企業は、窒化アルミニウムの薄い膜を使ったハイブリッド、インターポーザーという新素材の量産に成功し、欧米のメーカーに負けない競争力を手に入れています。人を育てる取り組みも進んでいます。政府が作った半導体人材育成基金によって、大学院での専門的な勉強と、実際の現場での実習を組み合わせたカリキュラムが全国に広がっています。
特に熊本第二工場の近くにある次世代ファブリケーション研修センターでは、本物の製造ラインを再現したシミュレーション環境や最新装置の訓練が受けられます。これにより、若手技術者がすぐに現場で活躍できるようになります。また、女性技術者が働きやすい制度や、ベテランエンジニアの知識を若手に伝えるプログラムも行われており、多様な視点と経験を合わせて、組織全体の底上げを図っています。世界との協力体制についても大きな動きがあります。米国とのトランスパシティ、パートナーシップという枠組みが深まり、共同で開発した次世代のリソグラフィー装置の技術情報を相互に共有する仕組みができました。さらにインドとは、半導体サプライチェーン、リンク協定を結びました。これにより、DRM やナンドフラッシュの大量生産拠点をインド西部に作り、日本側は高度なロジックプロセスとパッケージング技術を提供するという明確な役割分担が決まりました。このように多くの国とネットワークを作ることで、どこか一つの場所でトラブルが起きても全体に影響が出ない、分散型の安全保障を実現しようとしています。経済の安全を守るため、政府は半導体投資保護法を定めました。外国企業の国内投資に対して税金を軽くする一方で、重要な技術への投資額に上限を設けることで、海外への過度な依存というリスクを抑えつつ、国内産業の競争力を維持しています。また、特許審査をスピードアップさせ、ルールを破った企業には厳しい罰則を設けることで、大切な技術が外に漏れ出さない体制を整えました。将来のシナリオを見てみましょう。2031年以降に2ナノメートルプロセスの量産に成功すれば、世界のハイエンドロジック市場で、日本製品が3割以上のシェアを占める可能性があります。そうなれば、AI の推論チップや自動運転用の信頼性の高いマイクロコントローラの需要が急増し、国内の産業全体が盛り上がることになるでしょう。一方で、電気が漏れやすくなる量子トンネル効果や、熱を逃がしきれないという限界などの課題もあります。これらを乗り越えるための新素材探しと冷却技術の革新が欠かせません。持続可能な仕組みを作るために4つの提案があります。1つ目は、国と民間が協力して長期な資金調達の仕組みを作り、研究から量産までの資金不足をなくすこと。2つ目は、世界各団体と協力してチップレットの接続規格を共通にし、部品を自由に組み合わせられる設計手法を広めること。3つ目は、リサイクル可能な材料や省エネ装置を導入し、環境への負担を減らしながら競争力を高めること。4つ目は、光子半導体や神経形態チップという次世代技術への投資を増やし、シリコンだけに頼らない多様な技術を持つことです。これらの取り組みがうまく機能し、ラピダスと TSMC という2本の柱がしっかり支えれば、日本は再び世界の半導体覇権の中心となり、デジタル社会を引っ張る技術強国として復活できるはずです。このビジョンを実現するための計画は、3つの段階に分かれています。第1段階は、熊本第2工場に2ナノメートルプロセスの試作ラインを作り、材料の供給から装置の調整、ぶどまりの改善までの流れを完成させることです。ここでは、最新の極紫外光リソグラフィー装置と、開発中の真空紫外線露光装置を併用し、回路をより細かく、より早く描き出します。また、金属酸化物半導体などの試験チップを多数作り、特性を素早く評価する体制を築きます。大学とも協力して、モリブデンジスルフィドを使った新しい材料の作り方を標準化し、量産への手順を明確にします。第2段階では、3次元集積とチップレットを本格に導入し、モジュラー、スタックの量産体制を整えます。ここで重要になるのが、熱を逃がすマイクロフルーディック冷却ネットワークと、窒化アルミニウム薄膜のハイブリッド、インターポーザーの量産ラインです。これにより、信号の遅延を3割減らし、エネルギー消費を2割抑えられる見込みです。また、世界標準を統一することで、異なるメーカーの部品を自由に組み合わせられるオープンな環境を作ります。第3段階は、
国際的な競争力を持続的に維持することです。投資保護法による税制優遇を広げて外国企業の参入を促しつつ、重要な技術の国内シェアをしっかり管理します。具体的には、半導体投資保護基金を通じてベンチャー企業への初期資金と工場建設資金をまとめて支援し、資金調達の時間を短縮します。また、AI を使った特許審査システムを導入し、審査期間を半年以内に短縮します。さらに、ルール違反をリアルタイムで検知し、すぐに罰則を適用できる体制を整えます。制度的支援だけでなく、地域ごとの産業集団を作ることも大切です。関西圏では、設計とソフト開発を組み合わせたデザイン、イノベーション、ハブを作り、AI の計算方法とハードウェアを同時に最適化します。東北地方では、低温環境に強い材料研究や、電気が漏れるのを防ぐ技術を試すクリーンエナジーラボを創設し、効率的な冷却技術を地域に広めます。九州地域では、自動車産業と連携して、車載用の信頼性の高いマイクロコントローラの開発拠点を広げ、自動運転システムの基盤を国内で完結させます。地政学的リスクへの対策としては、供給ルートを多数確保し、在庫戦略を練り直すことが不可欠です。米国との協力に基づき、ブロックチェーン技術を使って重要な部品の所在をリアルタイムで追跡し、透明性を確保します。同時に、インドとの協定に沿って、DRM やナンドフラッシュの拠点をインド西部に分散させ、災害や政治的混乱があっても別ルートで供給できるようにします。これにより、どこか一箇所で問題が起きても全体に広がらないリスク管理を実現し、世界中のお客様に安定して製品を届けられます。さらに先の未来を見据えて、光子半導体と神経形態チップの研究を国家レベルで進めています。光子半導体では、シリコンフォトニクスと化合物半導体を組み合わせ、高速で広い帯域をカバーするプラットフォームを構築しています。神経形態チップでは、人間の脳のような処理を行う回路を低電圧で動くメモリ素材と組み合わせて実現し、エッジ AI 向けの試作モデルをすでに完成させています。これらは、従来のシリコン中心の考え方から脱却し、多様な技術を持つために非常に重要です。最後に、社会に受け入れられる持続可能な製造を目指し、二酸化炭素などの排出をゼロに近づけるグリーンファブリケーション計画を立てました。再生可能エネルギーによる自家発電や、化学薬品を繰り返し使うシステム、そして材料をリサイクルする技術を導入します。また、地域の方々と対話を重ね、環境への影響を公開することで、信頼関係を築きます。こうした総合的な取り組みで、技術の強さと環境への配慮を両立させ、次世代の土台を作ります。日本が再び世界の中心に立つということは、単に技術を取り戻すだけでなく、安全で持続可能なデジタル社会を支える、真のグローバルリーダーになるということです。この転換点を支えるため、政府は産業競争力強化法を改正し、重点分野への投資枠をこれまでの2倍に増やしました。特に先端ロジック工場と高度なパッケージング技術への直接支援を制度化しています。具体には、年間3000億円規模の次世代半導体材料研究センターの予算を新設し、シリコン以外の新しい半導体材料の作り方を世界標準にすることを目指しています。同時に、国内外のベンチャー企業を対象としたイノベーション創出プログラムを始めました。これは、アイデア段階から本格的な資金調達までを一括で支援する仕組みです。独自の計算方法で技術の完成度や市場の可能性を数値化し、審査期間を4ヶ月から6週間へと大幅に短縮して、お金の流れをスムーズにします。また、特許取得の壁を低くするため、AI による自動審査システムを導入し、出願から公開までを半年以内に終わらせることを目標としています。人材育成の面では、東京大学、京都大学、大阪大学を中心とした大学院連携カリキュラムが整備されています。新しい修士課程は、半導体デバイスの設計、先端材料の研究、
AI を使った回路の最適化という3つの柱を組み合わせ、学生が横断的に学ぶことで次世代技術を担う人材へと成長します。また、産学官が協力するイノベーション拠点として、横浜テクノロジー・イノベーション拠点が整備されました。ここでは、実装を担当するエンジニアとアルゴリズムを研究する研究者が同じ空間で働き、オープンな研究環境が整っています。毎週開催されるチップ設計ハッカソンには国内外から学生チームが集まり、実際の製造ラインに近い条件でプロトタイプを試作する機会が提供されます。サプライチェーンを強くする取り組みも進められています。米国防衛省と協力して進めるミッションクリティカル半導体供給網構築計画の一環として重要な部材のバックアップ体制が整えられました。例えばフォトレジスト、エッチングガス、ウエハー搬送装置などのキーコンポーネントは北海道、山形、沖縄の3つの地域に分散して保管されています。これにより自然災害や地政学的問題が起きた際でもすぐに代替供給ができるようになっています。在庫の管理はリアルタイムで行い、ブロックチェーン技術を使って可視化されています。さらに、インドとの協定に基づき、東南アジア諸国へ DRM やナンドフラッシュの製造ラインを段階的に移転する計画も進んでいます。これにより、アジア全域での供給ネットワークが多層化され、サプライチェーンの安定性が高まることが期待されています。技術のロードマップの中で特に重要視されているのが、光学相互接続と量子ビット用の超低温プロセスです。光学相互接続については、シリコンフォトニクスと III、V 属化合物を組み合わせたハイブリッド技術の開発が進められています。この技術により、波長帯域を800ナノメートルから2500ナノメートルまでカバーできる汎用プラットフォームが作られつつあります。データセンター向けの高速インターコネクトだけでなく、自動運転車載システムの遅延削減にも役立つと期待されています。一方、量子ビット用のプロセスでは、極低温で動作する超電導回路とトポロジカル絶縁体を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャの実証が進められています。目標は、2027年度までに商用レベルの量子プロセッサーを国内で量産できる体制を整えることです。パッケージング技術の分野では、ハイブリッド、インターポーザーという新しい戦略が推進されています。これは、3次元積層型メモリとチップレッドベースのモジュラー、スタックを融合させた技術です。窒化アルミニウムの薄膜に加え、熱伝導性を高めたグラフェン層を挿入することで、従来よりも4割も熱抵抗を削減し、信号の遅延を2割低減できる見込みです。この技術は、次世代のスマートフォンや AR、VR デバイスの高密度集積に不可欠であり、国内外の主要デバイスメーカーから早期導入の問い合わせが相次いでいます。環境への配慮も忘れてはいません。グリーンファブリケーション計画のもと、すべての工場で再生可能エネルギーの自家発電比率を8割以上に引き上げる目標が設定されています。また、使用済み化学薬品のリサイクル率を 95% にすることも目指しています。廃棄物削減のためのモノレイヤー、リサイクル技術では、シリコンウェハーの切削くずを直接再結晶化し、再利用可能な単結晶ウェハーとして回収できるプロセスが実装されています。これにより、年間で約3000トンの二酸化炭素排出削減効果が期待されています。最後に、国際的な政策調整の枠組みとして、日米欧3国首脳会談で合意された、半導体安全保障イニシアティブの実務執行部を日本側が主導しています。このイニシアティブでは、重要技術の不正輸出防止とサプライチェーンの透明性確保を目的に、共通の安全基準と検証プロトコルが策定されました。加盟各国が情報を共有し、共同で監査を行うことで、全球な半導体リスクを最小化する仕組みが作られています。これらの多面的な取り組みが相乗的に機能することで、日本は単なる製造拠点から、設計、材料、装置、
サービスすべてにおいて価値を創造する総合半導体エコシステムへと変わろうとしています。次世代のデジタル社会を支える不可欠な存在となることが期待されています。